everyone, I'm Susanna. Welcome back to my channel. 皆さん、こんにちは。スザンナです。私のチャンネルへようこそ。最近ね、ちょっとかなり老眼が進んできまして、もうこれも本当に、画面を通した方がよく見えるんじゃないかっていうぐらいなんですけど、ちょっとここに緑青が出てきてて、はい、あれなんですけど、ということで、こちら、はい、虫眼鏡でございます。で、ペンダント型の虫眼鏡で、なんか書いてあるんだけどね、それも見えないの、全然。なんて書いてあるんだろう、全然見えないんだけど、はい。で、ここにペンダントを通す穴が開いてるので、で、ちょっとチェーンを探したんですけど、短いチェーンしかなくて、で、短いチェーンだとやっぱりちょっと使いにくそうだなと思ったので、それを今日は作っていこうかなと思いまして、で、作りながらビーズを通そうかなとも思ったんですけど、それだとちょっとやっぱり、なんていうの？ここに通らないじゃないですか。反対側で、チェーン自体を編んでから、このビーズを通せるかななんて考えてるんですけれども、どんなものかしらね、穴の大きさ。通りそうかな。まあ、通らないこともなさそうですね。割と、どれぐらいだろう。直径。はい、1.15 ミリのかぎ針だと通るので、まあまあ、それだったら後からチェーンでも通りそうだなと思うので、後から通してみようと思います。糸なんですけど、糸が30号。30号ですね。これがダイヤフェザーのテトロンっていう糸。はい、2000メートルもあるんで全然使い切れるとは思わないんだけど。で、糸をこう自由に出せるように、このような、こういう形で、はい、ミシン糸ホルダー。これを使っています。ということで、まあ、1ミリぐらいのかぎ針でいいかなと思うので、これを使ってやっていきたいと思いますね。で、このペンダントが、こう、パッと持ってパッと、やっぱり、パッと出したいじゃないですか。こう、パッと出してこう見たいから、その距離を考えると、やっぱおへそのと胸の間ぐらいの位置がいいなと思うので、そのサイズをまずちょっと測っておきたいと思います。90センチぐらいですかね。はい。シンプルでしょ？すごく簡単だよね。で、最初なんですけど、糸を適当な長さに半分に折ったら、さらに半分に折ります。で、これで3本になりますので、3本になったら、この輪の中に糸を通すと、はい。ここにこう、引っかかったの、先ほど通したのがあるんですけど、そういう形でまた3本になって、で、ここに輪っかができるので、この中に通していくという3本取りで編んでいきたいと思います。で、ここ最初から3本になってるので、まあ、後でライターで焼いてもいいので、結び目を作りますね。
結び目を作ったら鎖を作ったとちょっと引き締めて少しきつめの鎖を作ろうかなと思います。ちょっとこう引き締めながらなるべくねじれないようにしたいんだけど、うまくいったらいいんだけどね、結構ねじれずに作る鎖って難しいから、手に対して水平にしてみようかな。こうまっすぐのまっすぐですよね。こういう形でちょっと緩いところもあったので、ちょっと引っ張った方がいいのかもしれないね。こうまたいいねじれない方法が見つかればお伝えしたいと思いますけど、皆さんもご存知でしたらちょっと教えてください。はい、だんだんこのつなぎ目が来たんですけど、つなぎ目もあまり気にせずに結構綺麗に編むのって大変ですよね。ちょっとここうまくいかなかった。今日はねのんびりした回だから、これはもうかぎ針超初心者の方でも今までやったことがない人でも簡単にできるので、例えば結び目が作れないっていう人は指に糸を1回巻くじゃないですか。こっち糸端の方で、こっちが編み糸の方ですね。で1回巻いたらこう指にかかってますから、人差し指にかかってるのを外して、これを下から通すんですよ。ちょっと滑りやすい糸なんであれなんですけども、よいしょ。はい、下に通すんですよね。上だと取れちゃうから、ここで交差させてあげるの。ここでこういう形なんで映るといいんですけど、綺麗にこうしてあげると編み糸の方でテンション調節できるようになるので、それでこの中にこうやってね下から通してあげて輪っかを作ると、この中に針を刺せばいいだけなんで簡単でしょ。であとは今やってるように鎖を編んでいくんですけど、はい、でそしたらかぎ針に糸を引っ掛けて、向こうから手前に引っ掛けて通して、ちょっと引っ張って左手でこれを糸をこう向こうにねやってあげると、糸が引き締まりますので、編む時はここの糸はちょっと緩め、この糸はちょっと緩めで輪っかの中に通すんですけど、通しにくい時は大きく開いといていいので、もう好きに通るようにして、で今日は鎖の後何も編まないから、別にここに針が刺さるか刺さらないかも気にしなくていいので、引き締めてあげます。普段編み物をする時にはこの鎖の目に
目を編んでいくので、この鎖の目があまりキチキチだと次の段針が入らないのでね、こんなにきつく編むことはないんですけど、今日は本当にきつい鎖でこれを通すだけなので、もうそれだけなので、今日はそういうための鎖の編み方ですね。もう一度引っ掛けたら、ちょっと引っ張っておいていいから、引っ掛けて通します。通す時に左手を向こうにやってあげるとうまく通るので、右手を上に上げると鎖が引き締まるでしょ。そしたら右手の人差し指を向こうに引っ張ると糸が引き締めれる。もう一度。で、別にそんなにきつく引き締めなくても、次また空いてる方が糸を通しやすい人は、糸を下からすくい上げるようにね、上からだと通しにくいから、向こうから一回ここのかぎ針に糸を引っ掛けてねじってあげるんですよね。ここでほらねじれてるでしょ。で、そうすると、その時にこのままだと結構通しにくいので、通す時かぎ針はこっち、自分の顔の方に持ってくる。で、左手の人差し指は向こうに、雑巾を絞るようにね、こうしてあげると簡単に通るので、通ったらまた上に引き上げて、ちょっと整えながら、ちょっと編み目が気に入らなかったからもう一回やり直しますけど、で慣れてきたらやっぱり小さい中通していく方が動きがね、無駄な動きがなくなるので、手前で引っ掛けて小さい穴に通してっていう作業の方が多分綺麗な目が編めると思いますね。いつもだいたい同じ動きになるから、やっぱり大きい動きをするとその分毎回テンションが変わるんですよね。なのでなるべく小さく動かした方がいいんだけど、小さい動きっていうのはやっぱり初心者の方はしにくいと思うので、なので慣れてくるまでは別にやってゆっくり引っ張ってゆっくり戻して、ちょっと一目一目形を見て、これだったらいいなっていう風に鎖を編んでいかれるといいと思います。あんまりめったにこんな細かいことを話すこともないんだけど、はい、今日は特別ね、初めての人もいるかもしれないから、そしたらこれはちょっと今日はゴールドの糸を選んだのは、私ゴールドが好きっていうのもあるんですけど、金属アレルギーの人でもこれだったらちょっとなんちゃってゴールドでできると思うし、今ね流行りのピンクゴールドとかもあるので、糸の色を好きなのを選んでいただいて、ちょっとツヤのある糸でメタリック系の糸いろいろ出てますから、そういうのを使っていただくといいかなと思います。でコットンじゃないんですよね。これはちょっと化学繊維の割と丈夫な糸なんですよ。ミシン糸ではあるんですけど、刺繍にも使うようなテトロンっていう糸なんですけど、ちょっとツヤのある透明感があって張りのある糸なので、切れにくいと思う。で、そういうところもいいかなと思いますね。コットン糸だとやっぱりどうしても何回も擦れると弱ってくるんですけど、これは比較的丈夫じゃないかなというふうに思います。そしたらほら、チェーンがなくてとか長さ、例えばこのペンダントトップ可愛いんだけど、冬、例えばセーターとか着るときって首のこのギリギリだとタートルネックとかがあると本当首が締まったようになって、このペンダントトップが見えない場合もあるじゃないですか。でもちょっと長めにしてあげるとね、ちょっと胸の手前で揺れるようになったりとか、これぐらい大きなのはもっと下でつけてあげるともっと可愛いとか、そういうのもあるので、またちょっといろいろご紹介できたらいいなと思うんですけど、モチーフを使ったね、ネックレスとかペンダントっていうんですか、そういうのもアクセサリー作るのってシンプルな冬物の上にパッとつけると華やぐと思うので、そういうのもいいんじゃないかなと思います。私はもうちょっとしばらくこれをもう本当に肌身離さず使おうかなと思って、そうじゃないとね見えないの、全然ほんと近くが。
マニキュア塗るのも困ってるぐらいなのでちょっとそれを作りますけど、皆さんね、お好きにそういうのご自分のアイデアで好きな感じに作っていただかれたらいいと思います。少しお見せできるのあったかな。ちょっと待ってね。ちょっと見当たらないので、また出てきたらお見せしますね。はい。ということで、今、この結び目をもう通り越してしまったんですけど、別にどこに、つなぎ目があるかっていうのもそんなわからないし、いいんじゃないかなと思います。で、また続きを編んでいって、で、ここの部分でだんだん、これが短くなってきたら、糸の引っ張り方をもう一度おさらいしておきましょう。はい、だいぶ短くなってきましたよね。そしてここに輪っかがあります。そしたらこの輪っかの中に通します。どれぐらいでもいいと思います。通ったら、それをまたこう引っ張っておいてあげると、まあだいたい1メーター弱ぐらいの3本の糸ができるので、それを繰り返し使いながら続きを編んでいきます。で、結構このようにねじれてくることもあると思うんですけど、ねじれても心配せずに、そういう時はこの小さい穴が開いてるので、その中にかぎ針を通して、ちょっと待ってね、針を入れて糸を引っ掛けて、同じようにこの輪の中に通して、でまたこう引っ張ってあげます。でちょっとなんかこうくにゃくにゃなってるなと思っても、そんなに心配なさらず、気に入らなかったらほどけばいいだけの話なので、気に入ったところまで戻してっていうのを何回も繰り返して丁寧に作っていかれたらいいと思いますね。妥協せず、自分が作りたいものを作りたいように作るっていうのが大事だと思うので、はい。私もそんなこと言いながらちょっとまだまだそんなに綺麗な鎖ではないんですけど、なるべく綺麗な鎖が作れるように丁寧に編んでいくといいと思いますよ。はい、ということで、ちょっと編んできたんですけど、実はちょっと一回やり直して、でそれでまたやり直したんですけど、それでもちょっとやっぱりね、ところどころ気に入らないところあるから、まあしょうがないかなとは思うんですけれども、だいたい長さがですね、40センチぐらい。で、折りたたんでますので80センチぐらい。最初、90センチにしようかなと思ったんですけど、ちょっと長くなりすぎた気がしたので、80センチにしました。そしたら、糸をカットしていきます。はい。で、残りの糸はまた違うものを作る時に置いといてもいいので、すでにここ結ばれてるんですけど、結ばれてるので3本とも引き出してあげます。はい。最初と最初がね、これがね、結ばってるんですけれども、これは後でちょっとするとして、でこのネックレスはこ
こういう一つ穴とは違って、これも同じ糸でやってるんですけど、こっちの方がちょっと鎖は大きいんですけどもね、これだと一つ穴だとこのような形で取り付けるんですけど、こっちはそのまま通します。アンティークのね、昔の虫眼鏡なんですけど、昔のはやっぱりガラスが使われているので、レンズが丈夫ですよね。ちょっと歪みとかはあるとは思いますけど、それでもやっぱりガラスなので丈夫なので、はい。通りましたね。そしたら中央を探しますね、まず。はい。で、ここが中央なんですけど、ちょっと中央のこの辺りに、どっちが綺麗かな。こっちのが綺麗かな。こっちのが綺麗かな。ということで、ここにつけれたらこのビーズをつけてみたいと思います。うまくできればいいんですけどね。はい、引っ掛けたら、鎖じゃないところの方が多分引っ掛けやすいので、引っ掛けて、ちょっとねじっておきますね。取れにくいように。はい。通ったので、このまま、いけましたね。はい。入りました、入りました。よかった、よかった。で、この部分は少し、開いてる方がいいし、もう少しこうちょっとここで開けて、この部分に結び目を作った方が良ければ、ここにストッパーになる結び目を作ってあげてもいいと思います。で、こうしてあげると、ここが、はい、結び目なので、これ以上下がらないのでいいかなと思いますね。ということで、この間が少しねじれないように気をつけながら、ちょっと調整したいと思います。続いてですね、そしたらここに結び目を作って取り付けましたので、それぞれこちらそれぞれだいたい何センチぐらいですかね。7センチぐらいのところに1箇所、そして15センチぐらいのところに1箇所というふうに入れて、2箇所ずつ少しつけてみたいと思います。で、1色違いますけど、アクセントでいいかなというふうに考えておりますので、はい、これはこれでいいのかなと思ってますけどもね。では取り付けていきましょう。
気に入らなかったらもう本当にチョキンとハサミで切ればいつでもやり直しができるので、気楽に取り組んでいただいたらいいと思います。ここですね。はい、場所が合いましたので引き締めておきます。はい、同じようにやっていきましょう。はい、こんな感じでついております。ちょっとアクセントになっていいですよね。そしたら最後ですね。ちょっともうめんどくさくなったのでここを結びました。そしてもう一箇所、最後ですね。根元のところで結んでおこうと思います。そしてこの部分ちょっと炙って溶けそうでしたらライターで溶かしたいと思います。はい、ということでギリギリでカットしておきまして、でこの先ですね、この先をライターの火がきついのでほどけてこないように焼いておきます。多分もう大丈夫だと思うんですけど、はい。そしたらできた。よし。簡単でしたね。特に難しいテクニックはなくて、ただゆっくり丁寧に作るだけ。ちょっとかけてみますね。うん。長さもちょうどいいので、ち
ちょっと何なんて書いてあるのという時に、これでなんて書いてあるのか見えないなという時に使いたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。簡単にね作れますので、よかったら皆さんも作ってみてください。でここが私はちょっと揺れる方が好きなんですけど、動くのが嫌な方はもう片側上のところも結んでおくともう動きませんので、それで動かないようにされて楽しんでいただければと思います。はい、ということでございました。いかがだったでしょうか。よかったら皆さんもお試しください。これがあるとね、どんなペンダントトップも好きにデザインしていけるのでいいんじゃないかなと思います。ではまた次回お会いしましょう。Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.